皆さん、こんにちは。陽介です。今日は皆さんにちょっと聞いてみたいことがあります。最近、なんとなく疲れていませんか？朝起きるのがしんどい。やる気が出ない。理由はよくわからないけど、なんとなく気分が落ちる。もしそういう感じがあるなら、今日の話はちょっと関係あるかもしれません。実は日本ではこの時期にそういう気持ちになる人がすごく多いんです。あまりにも多いので、ちゃんと名前までついています。その名前が5月病。今日はこの5月病という日本でよく使われる言葉と、その背景にある日本社会の仕組みについて皆さんとお話ししていきたいなと思います。まず、5月病という言葉についてです。これ、医学の用語ではないんです。病院に行って5月病ですと診断されることはありません。つまり、普段の生活の中で使われる言葉なんです。正式な病名ではないのに、日本ではこの言葉が使われることがあります。テレビでも言いますし、SNS などでも登場します。会社の上司が新入社員に5月病に気をつけろよなんて声をかけることもあります。なんで日本だけこういう言葉があるのか、それを理解するには、ちょっと前に話した新年度の話が関係してきます。前にお話しした通り、日本は4月に新しいことが一斉にスタートする国です。会社、学校、引っ越し、転勤、全部4月。そしてこの一斉スタートの後に大きな連休が待っているんです。それがゴールデンウィークです。なぜ4月一斉スタートの日本でわざわざ5月に落ち込む人が多いのか、ここから詳しく話していきます。日本の4月は本当に忙しいんです。特に会社の新入社員にとっては、毎年4月1日、日本中の会社で一斉に入社式が行われます。新卒の新入社員、つまり大学を卒業したばかりの若い社員がスーツを着て会社に入ってくる日です。新卒というのは大学や専門学校を卒業してすぐに就職する人のことです。日本ではこの新卒採用の文化がとても強くて、毎年数十万人クラスの若者が同じ日に社会人デビューをします。みんなで一緒にスタートする。この一斉横並びが日本の一つの特徴です。入社式の次の日からはだいたい研修が始まります。研修というのは会社のことを学ぶための特別な勉強期間です。会社の歴史、仕事の進め方、ビジネスマナー、同期との交流、こういうことを1ヶ月くらいみっちり学びます。ここで出てくる同期という言葉、ちょっと説明しますね。同期というのは同じ年に会社に入った仲間のことです。日本の会社ではこの同期の絆がすごく強いんです。研修で一緒に頑張った仲間なので、一生の友達になる人も多いです。さて、研修期間中はずっと緊張しています。新しい会社、新しい人間関係、新しい街で暮らす人もいます。毎日覚えることがいっぱいです。名前も顔も一気にたくさん覚えなきゃいけない。電話の取り方、メールの書き方、名刺の渡し方、敬語の使い方。自分では気づかなくても体はかなり緊張しています。そして4月の終わり頃になるとゴールデンウィークがやってきます。ゴールデンウィークというのは4月末から5月の初めにかけての大型連休のことです。祝日が集中しているので、会社も学校もお休みになります。年によって違いますが、5連休とか長いと
10連休くらいになることもあります。この連休で4月にずっと張り詰めていた糸がふっと緩みます。家でゴロゴロしたり、実家に帰ったり、旅行に行ったり、みんな久しぶりにリラックスする時間を過ごします。で、問題はここからなんです。連休が明けて会社に行こうとした朝、体がびっくりするくらい重い。あれ、なんでこんなに起きられないんだろうとなります。会社に行ってもなんとなく集中できない。やる気が出ない。人と話すのがめんどくさい。こういう状態がだいたい5月の連休明けに一気に出てきます。これがいわゆる5月病の典型的な姿です。4月で張り詰めていたものがゴールデンウィークで一度緩んで、その後また仕事に戻るときに気持ちがついていかない、そういう仕組みなんです。つまり5月病は個人の弱さから来るものではなくて、日本の年間スケジュールの構造から生まれる現象だと言えます。4月一斉スタートとその後の大型連休、この組み合わせがあるから5月にまとまって調子を崩す人が出てくるわけです。ここで私自身の話を少しさせてください。私は25歳で社会人になりました。普通は22歳とか23歳で社会人になる人が多いんですけど、私はちょっと寄り道してたんですよね。高校を卒業してから1年間浪人していました。浪人というのは大学受験に失敗してもう1年勉強して次の年にもう一度チャレンジすることです。それで大学に入って4年間通ってその後大学院に2年間行きました。高校卒業から数えると1年プラス4年プラス2年で7年。それで25歳になったわけです。最初の仕事は営業職でした。営業というのは会社の商品やサービスをお客さんに紹介して契約してもらう仕事です。営業の世界では売上目標というものがあります。私の場合は3ヶ月単位でこれだけ売りましょうという数字が決まっていて、それを追いかける日々でした。3ヶ月というのは結構長いようで短くて、最初の月にスタートダッシュを切れないと、後ろの2ヶ月がずっと苦しくなるんですよね。数字が達成できれば評価されるし、達成できないと上司から厳しいことを言われることもあります。新人だった私にとって、まず3ヶ月で1件の新規受注を上げろという目標。いつ受注までいけるのかもわからず不安だったんですね。入社したての4月は研修とか先輩について行って営業の現場を見せてもらったりとか、いろいろ新しいことの連続でした。毎日覚えることがたくさんあって疲れてはいたんですけど、新しい世界に入ったという興奮もありました。で、そのままゴールデンウィークに突入します。連休中は実家に帰ったり友達と遊んだりして久しぶりにゆっくり過ごしました。ところが連休明けの朝、これが本当にしんどかった。朝目が覚めても体が鉛みたいに重い。布団から出るのにものすごく時間がかかる。会社に行く電車の中で、ああ、行きたくないなと心から思いました。ただ、あれは5月病だったと断言できるかどうかは自分でもよくわかりません。誰でも思うことなのかもしれません。鬱になって会社を休んだわけでもないし、そこまで深刻な状態ではなかったとも思うんです。ただの新人の疲れだったのか、それとも5月病だったのか、自分でもはっきりしません。でも、連休明けになんとなくしんどいと感じていたのは間違いない事実で、もしかしたら日本中で同じような曖昧な感覚を抱えている人が結構いるんじゃないかなと思うんです。5月病
というのは、そういう曖昧な感覚を全部受け止めてくれる言葉なのかもしれません。これが本当に5月病かどうかははっきりしなくても、そういう気持ちになる人が多いと感じられる言葉ですね。もちろん、本当に深刻なレベルで体調を崩す人もいます。逆に、私みたいにそこまでじゃないけど、なんとなくしんどいくらいの人もいます。同じ言葉でくくっているけど、中身はグラデーションがあるんです。だから、自分がちょっと疲れているなと感じたとき、周りの人は何とかやっているのに、自分だけがこんなに重いのはおかしいと思う必要もないし、このくらいで5月病っていうのは大げさかなと遠慮する必要もないです。そこは自分の感覚を大事にしてあげてほしいなと思います。じゃあ、5月病かもしれないなと感じた時にどうしたらいいのか、いろいろな考え方があるんですが、今日は私が実際にやってよかったこと、それから聞いたことがあってこれは良さそうだなと思ったことをいくつか紹介します。最初に言っておきますが、これは医学的なアドバイスではありません。本当にしんどい時は病院に行ったり、専門の人に相談したりするのが一番です。今日話すのはあくまで日常の工夫の話だと思って聞いてください。まず一つ目、朝の散歩です。これは新人の時に実践できていたわけではないんですが、朝太陽の光を浴びながら歩くと気持ちが落ち着くらしいんですよね。15分くらいでいいそうです。特別な運動じゃなくて、家の周りをゆっくり歩くだけでいい。朝の光を浴びると体の中のリズムが整うみたいで、夜も眠りやすくなるという話も聞きました。これはある精神科医も言っているんですが、朝の散歩を毎日すれば鬱にならないそうです。新人の頃の自分に教えてあげたいくらいです。ただ、正直に言うと、新人の時は朝の散歩なんて考える余裕もないくらい忙しかった気がします。朝はギリギリまで寝ていたいし、準備をして満員電車に飛び乗るのが精一杯で、散歩してから出勤しようなんて発想にはなかなかならなかったと思います。あの頃の自分に朝散歩するといいよと言っても多分そんな余裕ないですと返されていたと思います。でも今考えると本当に疲れている時ほどほんのちょっとした時間の使い方を変えることが効いたりするんですよね。朝少しだけ早く起きて近所を散歩してから出勤する。たったそれだけで一日のスタートが結構変わるみたいです。二つ目、ちゃんと寝ることです。当たり前のことを言っているようですけど、実はこれが一番難しかったりします。夜、スマホを見始めると気づいたら1時間、2時間経っていたりする。そうすると寝る時間が遅くなって睡眠時間が短くなる。睡眠が短いと翌日の気分がさらに落ちます。悪循環ですね。だから夜はちょっと早めにスマホを置くとか、寝る前の1時間は動画を見ないとか、そういう小さな工夫が効いてきます。朝はカーテンを開けて太陽の光を入れる。それだけでも目覚めが違います。3つ目。これが私的には一番大事だと思うんですけど、誰かに話すということです。一人で抱え込まない。これが本当に大事です。実は私、新人時代に仕事ですごく悩んでいた時期があったんです。数字が思うように出なくて、どんどん気持ちが沈んでいく感じでした。その時に救われたのが、ある先輩に話を聞いてもらったことなんです。しんどいってことを共有しているだけなのに、話し終わった時、ああ、言葉にしただけでこんなに軽くなるんだと驚きました。あの時、先輩が話を聞いてくれなかったら、私はもっと長い間気分が沈んでいたと思います。だからもし皆さんが今ちょっとしんどいなと感じていたら、誰でもいいので
話してみてほしいんです。家族でも友達でも学校の先生でも職場の同僚でも、最近しんどいんだよね。なんかやる気が出なくて、その一言を口にするだけでいいと思います。話す相手は答えを持っていなくてもいいんです。ただ、そうなんだと聞いてくれるだけで気持ちは随分軽くなります。話す相手がいないならノートに書くだけでもいいと思います。言葉にすることで自分の状態が見えてきます。あ、自分は今こういうことがしんどいんだとわかるだけで対処のしようも出てきます。あと4つ目、完璧を目指さないことです。新人の時ってちゃんとやらなきゃという気持ちが強いんですよね。でも4月にスタートしたばかりの人が5月にバリバリ仕事ができるわけがないんです。そんなのどう考えても無理ですよね。だからできないことがあってもそれが当たり前だと思っていればいいと思います。ここまで話してきて私が一番伝えたかったことを最後にまとめさせてください。新しい環境に適応するのには時間がかかります。それは弱さじゃなくて当たり前のことなんです。日本社会は4月に一斉スタートする仕組みになっています。だから5月にまとまって疲れる人が出てくる。それは個人の問題ではなくて仕組みの結果です。もし皆さんが今ちょっとしんどいと感じていても、それは皆さんだけではありません。みんなが同じ時期に同じような疲れ方をしている。そう思えば少しだけ気が楽になるんじゃないかなと思います。皆さんの中にも今ちょうど新しい仕事や学校を始めたばかりの人がいるかもしれません。もしくは日本に来たばかりで環境にまだ慣れていない人もいるかもしれません。そういう人に今日の話が少しでも届いていたら嬉しいです。さて、今日は5月病という日本ならではの言葉とその背景についてお話ししてきました。5月病は日本特有の名前がついていますが、新しい環境で疲れる気持ち自体は世界中どこでも起こることです。ただ、日本の場合は4月一斉スタートと大型連休という仕組みがあるので、5月にまとまって出てくるという特徴があるんですね。もしゴールデンウィーク明けになんとなく気分が重くなったら、あ、これが5月病かもなと思い出してみてください。名前を知っているだけでちょっと安心できることもあるかもしれません。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases, come what may. From hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke, come